はい。僕撮りましょうか。あ、動画なんですわ。動画ちょっと、めったに見れないあれなんああ、どうぞどうぞ。どうぞどうぞ。で。はい、YouTube、大野マン TV の大野マンです。いやー、それにしても、参りましたわ。何が参ったかって、この間引いた私の風邪。実は風邪ではなくて、インフルエンザでした。ほんとね、今までの私のこの人生の中で一番しんどかったかもしれないですわ。最初私風邪だと思ったんですよ。寝てて夜中目が覚めて、あ、風邪ひいたなと思って体温計で測ったら37度4分ぐらいかな。で、この時点で、あ、もう明日の仕事休みだなと思って朝を迎え、もう一回熱測ったら37度2分だったので、派遣会社に連絡して、休みをとりあえず今日もらいますということで連絡しました。ただ、私の中では、風邪は一日では治らないと思ってる人間だったので、多分明日も休むだろうなと思って、とりあえず一日休みました。ところがですね、そっからですね、参ったのが、どんどん熱が上がってって、次の日には最高の体温が38度7分まで上昇しました。で、私の家に体温計2つあって、1つが30秒で測れるタイプと、もう1つが数分時間がかかるタイプと2つあるんですけど、その30秒で測った体温計だと、まさかの39度3分まで表示されたんですよ。もうそれ見た瞬間で私もう体温計消しちゃいましたよ。もうびっくりして。なんて言うんでしょう。昔スマートフォンとかパソコンで、アダルトサイトにクリックした瞬間に、ご登録ありがとうございました。という表示されて、慌てて消す。あれと似たような感じで、体温計で39度3分の表示を見た瞬間私、もう消してですね、もう一回数分かかる方で測った体温が38度7分。38度7分でした。ほんとこれはやばかった。で、この時はですね、もう、頭痛と全身の関節の痛みと、高熱と、で、本当にやばかった。で、当然、二日目も仕事を休んで、で、その次の日ですね、まだ熱があったし、で、関節の痛みもあったので、仕事を休んで、そして、病院に行きました。普段風邪は寝てれば治ると思ってる人間なので、病院には行かないんですけども、ちょっとやばさを感じたので、病院に行きました。で、近所のですね、内科行ったら、ガラガラでびっくりしました。インフルエンザとかコロナが流行ってるとか、という情報が、世間で一般では流れてたんで、もう内科ももう込み込みで、これはもう1日かかるかなと思ったらもう30分ぐらいで呼ばれて、そして検査キットで、検査したら、インフルエンザでした。コロナではありませんでした。参りましたね。でですね、病院で、吸引タイプの薬をもらって、家帰って、そして、翌日には良くなったかなという感じですね。病院でもらう薬も、タミフルとかあるじゃないですか。タミフルとか飲んで、ベランダから飛び降りたら大変なので、吸引タイプの薬をもらいました。そしたらですね、翌日ぐらいには、熱が下がりました。私の場合、今回のインフルエンザはだいたい4日ぐらいかな ?4 日ぐらいですね。で今回は、本当に風邪とは違う、これこそインフルエンザという本当に明確な症状の差を
感じましたね。本当に今回は、高熱、頭痛、そして、全身の関節の痛み。で、鼻水はほぼないですし、あと喉の痛みも全然ない。ここが本当に風邪とは違う症状でしたね。私12月の下旬にも風邪ひいたんですわ。確か違う。あ、そうだ。12月の下旬に風邪ひいて、初詣に行けなかったっていうことを話したんで。で、その時は12月の下旬の風邪は本当に喉が痛くて、あと鼻水が出て、で、微熱がずっと続いてたよ。ということで、本当に今回のインフルエンザとは全く違う症状で、しんどかったですね。で、私、ノーワクチン派なんで、今回のというか、インフルエンザワクチンも打ってなかったんで、だからこそ、高熱になって苦しいなのかもしれません。いやー、参りましたね。ということで、大野マン、実はインフルエンザというお話でした。皆さんもですね、体調にお気をつけて、まだまだ寒い日が続きますが、健康で過ごせたらいいですね。ということで、本日の動画はこれで終了します。それでは、皆さん、もしこんなインフルエンザになった派遣社員に興味のある方はぜひ、チャンネルの登録をお願いいたします。それでは皆さん、バイバイ。